今回は速報、乃木坂ガチの人気ランキング、完全に4期の2強になるに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。すごい。4期でくくってんだから1強では？やべえな、ここまで拮抗した2トップとか前田敦子と大島優子かな。ここにもキトークが入ってきたら面白くなりそうだ。力吸えないだけじゃん。最新の生写真レートもその2人がトップ。生写真まで架け橋隠蔽か。もう結論は出てる。悟れよボケ。アスカ泣き後、トップになると思われた芽吹船長が陥落とはな。柿作は乃木オタの好きなキャラとルックスをしてるから当然なんだよな。山下の3日天下か。山下は毎日写真を2くらい送ってくるからもともとちょっと有利になってたな。30セカンドは柿作ダブルのインフルエンサー超の曲だな。わかってないな。この2人に合うのはそういう曲じゃなくて2人セゾンとか今誰系な。2人セゾンいいね。来い来い。メッセージはガチだと思う。他推しのついで取りはあるけど一人で何回も取らないしファンなら絶対に取るものだし。他推しのついで取りはあるけど。梅沢ってこんな下だったっけ？岩本梅沢久保の3人は結構入れ替わってる気がする。岩本梅沢はよく入れ替わってる。久保はそこまで落ちないというか、与田より上に来ることも稀にある。練炭も来とる。乃木坂最強は変わらんなこれ。山下はそんな人気もトップクラスだし何より損害向けの唯一と言っていいくらいの特攻隊長だから必要だぞ。メッセージのレターとカードが含まれないランキングっていつや？芽吹船長。井上も顔の割に人気よね。明けかすじじいの悪あがきすれか。川崎だけは全くわからん。川崎はひなかす流れの B 戦にはまった。メッセなんて大体水木トップだった。そりゃちょっとの期間抜かれることもあるだろう。この2人だけは絶対文春法から守らなあかんでー。乃木札のもぐもぐ ASMR 模索がトップだったわな。メッセは売り上げの大半が月末だからそこはあんまりね。遠藤のこと好きな層って全員童貞？女好きは絶対好きにならないタイプだと思うんだが。井上川崎池田に聞いてみれば。可愛くてスタイルも良くてモデルもやってて憧れる女性多いやろ？女好きじゃないから金が集まるんじゃねえの。お前ら弱者男性とは正反対のフィジカルエリートに好かれてるんだが？箱根駅伝出場候補選手490名が選んだ乃木坂メンバー、数字は票数、OG 含む。遠藤桜7、西野七瀬5、柿遥香4、山下美月4、白石舞3、斉藤飛鳥2。長距離選手とか陰キャのゴンゲだけどお前運動したことないだろ。ごちゃんの弱者男性が駅伝選手相手に張り合ってるのは草。それお前の自己紹介だろ。別に運動経験ないのが悪いとは言わないけど陰キャの代表例みたいな長距離選手を童貞の判例としてドヤ顔で貼るやつ初めて見たわ。世間から見て陰キャの代表例なんは駅伝選手ではなくアイドル板の弱者男性であるお前な。そこは自覚しとけよ。お前なんでさっきから自分自身は省いてるんだ。しかもほならね理論とか論点のすり替えでしかないぞ。長距離選手は陰キャだし童貞だらけ。こんなことも知らない無知のお前は間違いなくろくにクラブ活動もしたことない。いつもの駅伝陸間川じじいを含まない一人一票の同世代ライト層のアンケってとこでは意味がある。ごちゃんやネットアンケだと無職じじいの声がでかいし一人一票を守らず不正してるからな。遠藤の場違い感がすごい。札幌が選んだのは生田だけどな。なんだかんだで運営は見る目あんだな。水木柿作はいつも3位以内にいるよね。アスカいた時も4人は変わらずだった。梅沢の実人気って岩本以下なのかよ。AKB ができなかった世代交代を着々と進めてるな。AKB なんて未だに柏木の売り上げを無視できなくて選抜から外せないもんな。ああいう悪循環にはまったら終わり。若手の人気なんて永遠に出ない。生写真だけに関しては遠藤は絶対に下がる。遠藤好きは全員童貞だぞ。つまりドルオタのスタンダード。んなことはない。逆に新鮮なのが遠藤桜。
数ヶ月前までは飛鳥山下夏季がずっとトップ3で山下1位の時が多かった。飛鳥の卒業発表後は飛鳥がずっと1位になって、卒業ペア売りキャンペーンやったら飛鳥が卒業した途端に遠藤が4位から1位になった。なんやかんや運営の思惑通りに動くもんだ。実際この二人が外で結果残して大仕事取ってこないと乃木坂はやばいからな。ただ夏季はともかく遠藤が外で活躍できるイメージが湧かない。グループ内で仮に大成功しても眉ゆルートになりそう。遠藤も夏季も打たせんアイドル以上の仕事はできない。中村レノは芸能界で生き残っても、4期のこいつらは無理。見ててわかるでしょ、期待するだけ無駄だって。悔しそう。飯がはかどるな。お前の過去レスすがすがしいほどサンカスやな。夏季の方がアイドル以外の目がなくね。遠藤はモデルできるからまだマシ。まゆゆは2019年の朝ドラに出てたはず。遠藤も出られるかもしれないけど、演技力どうなんだろうね。今のところ遠藤と違ってモデル需要のない夏季の方がよりムラないオタ向けの専用機。ヤフオク12月31日付レート。ヨダはあれが原因か。ヨダっちょ普通に高いやんけ。山下夏季川崎の良さが全くわからんのやけどなんで人気あるんや。3期がオーディション勝ってるのも乃木坂の看板が全てだけどね。もし乃木坂でなければ門前払いだよ。山下は新さん舐め続けてたからよくわかってる。そして遠藤桜は天才だよ。第2の西野は遠藤以外ありえない。村内でバカなオタクは騙せても業界は騙せない。遠藤夏季など外では全く相手にされてない。普通に中村レノの方が評価が1000倍は高いから。悔しそう。ここに5期の凪作がどこまで食い込めるか。川崎はかなり強そうだよね。これ8位までしか見えないから、2時間倍に達しない川崎は入ってこないと思うよ。2時間倍じゃないのに8位までに入るのは岩本だけ。12月22日から31日まで飛鳥山下遠藤夏季。1日から14日まで山下遠藤夏季。15日から16日まで遠藤山下夏季。17日遠藤夏季山下。遠藤桜はずっと4位だったが、12月から7日間だけ山下に勝てるようになった。夏季はこの数ヶ月5日間だけ山下に勝っている。飛鳥は基本的に山下に負けていたが卒業発表後からは負けなし。メッセージ移行後、トップ4は不動。ただ遠藤が夏季を明確に逆転した。今飛鳥が消えて非表示になってるけど、9位に筒井がいるはずなんで、来月になったら筒井が8位に見えてくるはず。5期がメッセ始めたら多分井上が入って筒井が落ちる。川崎がランクインするためには梅沢を蹴落とさなきゃいけない。この2人が5期が育つまで乃木坂の真ん中で頑張らないといけないんだから人気あるのはいいことだな。3期はもう卒業後を見据えて外仕事頑張るタイミングになってる。1期を引っ張った分3期が真ん中で頑張る時期がなかったな。これからの3期は外仕事しながら後輩を支える役割。もう山下与田は年齢的に卒業見えてる時期。遠藤夏季はそろそろ外仕事で実績積む時期なんだが、4期生はなかなか大きい仕事が決まらんな。今の4期のキャリア時期って3期の時期と照らし合わせるといつ頃になるのか？西野が卒業した頃か？それとも白石が卒業した頃か？西野卒業の頃ならまだ3期も外では何も仕事なかったから妥当だろ。その比較が無意味なのは2020年3月から坂道のすべてのイベントが中止して未だに握手会が開けてない。新4期は出花をくじかれて9ヶ月自宅待機だったし1期2期3期の運営には押されてなかったけど握手会の対応で不到達間で選抜まで行くパターンが4期5期が使えないから。単純比較は無理。ちょうど2年差なんだから、2021年を思い出せよ。映像権の公開は2020年とっくに終わってる。与田のグランブル2020も公開が終わってる。山下は TBS ドラマに出てオールスター感謝祭で優勝した頃。久保はカンテレのドラマで主演して、新国立劇場で黒髪の乙女を演じた頃。中村は逆転裁判の2度目の舞台をやってた頃。リリアはノンと舞台でダブルキャストやってた頃。
岩本は宝田明と映画を撮ってた頃。それが今の4期くらいのキャリアの時の話。なるほど、もっと後か。そうすると4期は村外では進出遅れてるね。そういうことだね。まあでも4期はコロナで無駄に年食ってるのを忘れちゃいけない。舞台なんてコロナ以降はめちゃくちゃハードル上がってておいそれとできない。勝木と遠藤は所詮村内人気だけなのが不安だけど一般指標では2人足しても山下に届かないし。まあ2人とも村仕事のやるべきことだけやってればいいやみたいな考えだし、自分らが乃木坂を引っ張るみたいな発言も皆無だからいいのか。でも4期は2人しかいないけど3期は4人いるから3期の勝ちだね。ふふ。単純に3期の時より4期の時の方が乃木坂のパワーがだいぶ落ちてるってのが原因だな。乃木坂全体としても落ちてはいるけど、むしろ4期エースの遠藤夏樹の資質の問題だな。ベターちゃん人気だね。今の4期は4年1ヶ月目だからは3期だと2020年10月だな。白石卒コンくらいだな。74が書いてるの2021年3月からだからちょっと違う。直近の乃木撮もぐもぐ動画のいいね数も遠藤1位の柿2位なんよね。外とか内とか言い訳言ってるけど西野も白石も飛鳥も外も内もどっちも強かったからね。1位2位が4期もすごいけどランクインしてる7人中5人が3期というのもすごいな。一番いい時期に入ってきた3期は1期の後継になるために運営から押されまくったんだから当然。逆に運営があれだけ押しても半分は超不人気メンバーになったという限界も露呈した。いや3期と4期しかメッセやってないんだから当たり前だろう。飛鳥が卒業で消えて、真夏はメッセ全くよこさないから売り上げ上位に入らん。ちなみに8位は筒井、9位は田村だから3期と4期のバランスも何もおかしくないぞ。遠藤は隠れフィジカルエリートプラス身体コントロールの天才だからな。さすがさくちゃん。支援かな？駅伝選手にここまでコンプレックスむき出しな人初めて見た。言い返せないから安価もつけずについに逃げたぞ。誰かを身代わりにしないと自分自身を守れない奴なんて所詮こういう社会的弱者しかいないんだよな。全部該当してるのになぜか自分だけは違うと思い込んでるのがなお痛々しい。遠藤って特に活躍の場ないよね。モデルと雑誌くらい。でも人気を維持してるのはなんでだろう？人気だから目立つ位置に立たされるのか？目立つ位置に立たされるから人気を維持してるのか？ TGC とか見たらわかるけどガチのモデルは顔も歩き方もスタイルも全てで乃木坂を圧倒してるんだよな。まあ雑誌だとランウェイほどは差は感じないからアイドルでもやれるんだろうけど。モデルコンプレックスの方ですか？例えば誰？あげてみてよ。ランウェイだとやっぱ梅ちゃんじゃないの。モデルも好きだし乃木坂も好きだけど本家のモデルに勝ってると思ってるならやばいぞ。YouTuber モデルみたいなのには勝ってたけどそれ以外には負けてる。だから勝ってるモデルの名前あげろよ。本職モデルさんと比較できるだけですごいことよ。負けてたとしても当たり前だしのんのインスタや TikTok いいねや再生回数遠藤さんだけ飛び抜けてるしね。遠藤の何が人気か俺もわからん。バラエティで面白いわけでもないし歌が上手いわけでもない。何がいいの？アンパンマンが人気あるのと同じ。人って勝ち馬に乗ることにより満足感が得られる。最近の歌はこれが多いな。単純に人気面をしてると目にする媒体が多くて楽しいというのもある。不人気面をしてると雑誌とかすらめったに出ないから推し会がないんよ。うちわで共感得られて他にマウント取れればいいんでしょ。ミーグリ取れないからお金もかからんし。遠藤は体力とか忍耐力めちゃくちゃあると思う。21年とか病んで休養してもおかしくなかった。まあそれはある。遠藤いなかったら柿は潰れてただろう。遠藤ほどごちゃんの評価と人気が噛み合ってないメンバーはいない。逆は久保でごちゃん評価ほど人気はない。どっちも2時間売面なんだからそこまでずれてはいない。勝ち馬に乗る人もいるだろうが勝ち馬になるくらい人気あったということでもある。合同オーディションで柿は上位だったはずだから最初から人気あった。遠藤はスタイルがわからない SR 審査では魅力わからなかったが、見たら納得。
運営推しがまだわからない4光公開前からツイプロは遠藤が独走してたし、シングアウト小悪は田村遠藤架橋柿筒井は最速完売だった。押されたからどうこうではなく遠藤柿は普通に人気がある。同等に初期人気があったのに選抜入りが遅れた田村架橋はかわいそうではあるが。以上、速報、乃木坂ガチの人気ランキング、完全に4期の2強になるに対するオタたちの反応でした。さくちゃんはバラエティは不得意だけどライブでの存在感あるしカッキーは不器用な感じが心揺さぶれる。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。